はい、皆さんこんにちは。ウェルダーチャンネルとして YouTube 投稿をしている吉村ウェルディングの吉村です。喋りたいことを iPad にまとめましたので、そちらを見ながら喋らせていただきます。まず、今まで上げていた動画の時は、正社員として働いていて、隠れて YouTube 投稿をしてたので、撮影がなかなかできなくて、何年も投稿できていなかったんですが、現在31歳なんですが、30歳になったタイミングで、吉村ウェルディングとして独立して個人事業主になったので、これからはまた撮影時間があれば動画投稿していこうと思います。今現在は愛媛県で成功設備工業という会社の下で働かせていただいていて、元請け会社の社長が暇な時は YouTube 撮影していいよと言ってくれたので、今回動画投稿することができました。元請け会社の紹介動画をこの後に載せていますので、よければ視聴してみてください。あと、動画の概要欄の方にも成功設備工業のホームページとインスタグラムの方を載せていますので、よければチェックしてみてください。顔にモザイクの編集するのがめんどくさくなったので、これからはマスクをつけて解説していきます。それと、今までの過去動画では、左利きなのをバレないように、編集で右手に変えていましたが、これからも視聴している方は右利きの人が多いと思うので、右手の映像に編集します。なので、文字などが反対になっていて違和感あると思いますが、ご了承ください。あと、久しぶりの撮影でカメラの設定を忘れてしまい、数本は映像がそこまで綺麗じゃないですが、綺麗に撮れる設定を思い出したので、すでに撮ってしまっている数本以外は綺麗な映像で動画をお届けできるので、そちらもご了承ください。それでは今回は V ビードの紹介をしていきます。今回は久しぶりの動画投稿にもかかわらず、この動画をご視聴いただきありがとうございます。こちらは今回の V ビードのメリットデメリットをまとめてみました。このメリットデメリットはあくまでも僕個人の意見です。V ビードのやり方はいろいろなパターンがありますので、今回紹介するパターンのメリットデメリットを紹介します。こちらもあくまで僕個人の意見です。また別パターンの V ビードの方法も紹介していきますので、今回はパターン1の V ビードを紹介していきます。それではまず1層目の溶接をしていきます。隙間は 4mm 開けています。で、今まで紹介した溶接電流よりもかなり高めに設定していますので、溶接位置は少し流し気味の下りの状態で溶接をしていきます。この方法で溶接することによって棒の途切れが防げたりしますので、高い溶接電流でも対応することができます。この方法で溶接する際に、今こちらの映像では少しだけウィービングをしているんですが、ウィービングをしなくても同じ方法で溶接することはできます。ただし、今回こちらの配管は3層で仕上げたいので、1層目の高さを出すために僕は軽くウィービングをしています。この電流で溶接位置を上りの位置でするとかなり穴が開きやすくなってしまいますので、少し下りの状態もしくは真上の位置で溶接するようにしてみてください。映像では右手で溶接しているように編集していますが、普段左手で溶接を実際にしているときは、溶接位置はだいたい1時ぐらい、もしくは2時ぐらいの位置でかなり流した状態で溶接をしています。溶接する位置でもかなり溶接の外観や溶接のやりやすさなどは変わってきますので、またいろいろなパターンを紹介できたらなと思います。棒を入れるタイミングとしましては、この強い電流のベース電流を出した瞬間に棒を強めに押し込むという感じで棒を送っています。ここで棒の送りが遅かったりすると、電流のせいで貝先が破れて穴が開いてしまいますので、メインのベース電流にした瞬間に棒をグイッと送り込んでください。で、送り込んだらすぐにクレーター電流にしてもらって大丈夫なので、この映像の通りにやってもらえれば綺麗な裏波が出せると思います。この高電流で初層を溶接するメリットとしましては、電流値が高いので隙間が少し狭くても対応できますし、一番最後のつなぎ目などの裏波のつながりがすぐにできますので、そこがメリットかなと思います。仮付けの上を通るときは一度棒を抜いて、仮付けの上で棒を1、2回少しだけ落とすようにしています。で、そこからまた仮付けを越えたらすぐに棒をつけたままの状態にして同じことを繰り返しています。
この浮かしで溶接する際は、普段は配管の上に指を置いて溶接をしているのですが、今回撮影用のパイプの寸法が短かったので指を置けなかったので、映像のように指置きを使って溶接をしています。使用する溶接棒の太さは、このルート間隔の間に通る棒であれば何でも大丈夫です。通らなくても電流が高いので溶接することは可能なのですが、僕は隙間に通る溶接棒を使っています。2.4 を使用して棒をたくさん送るのが苦手な方は 3.2mm を使用しても問題ありません。最後のつなぎ方は今までの動画でも紹介していますが、映像のようにプールが少し揺れたら棒を数滴垂らすという感じでつないでいます。1層目の溶接後の状態を撮影するのを忘れてしまいましたので、このまま2層目の溶接をしていきます。2層目ですが、この V ビードで溶接をする場合は、仕上げ前の層はなるべく天杯まで上げていたいので、低くならないように棒の量はかなり多めに入れています。で、この2層目の溶接方法も、棒をつけっぱなしで映像のように溶接する方法と、棒を抜きながらちょんちょんと入れていく方法で溶接する方法もありますので、そちらもまた今後投稿していきます。今回の動画では溶接棒は 2.4mm を使用していますが、こちらも1層目の高さ次第で 3.2mm を使ったり 2.4mm を使えばいいと思います。今回は 2.4mm で十分に天杯まで高さが上がるヨモリだったので 2.4mm を使用しています。この1層目がかなり低い状態ですと 3.2mm を使うこともありますので、1層目の高さを見て棒を選んでください。それと溶接位置は、先ほどは下りの状態で流し気味で溶接をしていましたが、次は2層目で裏を抜きたくないので、少し上りの状態で溶接をしています。左利きの僕ですと11時の位置です。この2層目の溶接はローリングをするよりも圧倒的にこの V ビードの方法で溶接する方が速度が速いのがよくわかるかなと思います。こちらが2層目を終えたビード外観です。このような感じでヨモリの高さがほとんど天杯に近い状態になっていますので、これで最終層の溶接がしやすいです。天杯の高さはこのような感じになっています。それではパターン1の V ビードの手の動かし方やペダルのタイミングを紹介していきます。こちらの映像のように上下にウィービングをして上から下へ下がった時にペダルを踏むようにしています。棒の入れるタイミングなどは映像の方で確認してみてください。回転速度でもビードの外観が変えれますので、そちらは遅めにしたり早めにしたり好みの見た目でつけれるように練習してみてください。それでは最終層の溶接をしていきます。少しポジショナーの回転でカメラが揺れて映像が乱れていますが、こちらの方も揺れないように改善していきますので、今回の動画はご了承ください。しっかりと目を飛ばしているのでスピードが速いのがわかるかなと思います。この時棒はかなり送るようにしています。棒の量が少なくても V ビードにはなるのですが、今回のこのパターン1は V をくっきりさせたいので、棒をたくさん入れた方がよりくっきりしやすい感じがするので、僕はかなり多めに入れています。このタイミングの説明は言葉でしても説明が難しいので、この映像の通りに練習してもらえれば感覚がつかめるかなと思います。かなり電流が高いので、少しでも止まっている時間が長くなったりリズムに狂いがあるとすぐに裏が抜けてしまいますので、そこは注意してください。他にも V ビードの方法は3パターンぐらいはありますので、そちらの動きの方がやりやすい方などはすでに別パターンの動画も何本も撮っているので、そちらを参考にしてみてください。すべてのパターンを試してみて、自分に合ったやり方や自分の好きな見た目、それでどのパターンがいいかを選んでいただければいいかなと思います。こちらの今溶接しているやり方の V ビードの最大のメリットは、4つ割りでもオールポジションでも同じ見た目がつけれるというところが最大のメリットだと思っているので、僕はこの方法をよく多用しています。
こちらが最終層を終えたビード外観です。このような感じでくっきりとした部位になっているのがわかるかなと思います。これに近い状態の見た目で四つ割りでもオールポジションでもつけれるのがこのパターン1の V ビードの魅力かなと思います。裏波は最終層を終えた時点でこのような感じになっています。はい、これで今回の動画を終わりにします。久しぶりの投稿で編集や映像など分かりにくい部分もあったかと思いますが、より見やすい動画を作れるようにこれからも努力していきます。最後までご視聴ありがとうございました。